大歓迎です。会社の導入は本当に進めておりまして、2代目社長どうしよう、3代目どうしようとか、相性がいいのが社会保険労務士、税理士の方。こんにちは。こんにちは。エメラルドクラブの菅原です。今日は女性社長インタビューということで、エンジェルウィングの実方社長にインタビューをさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず自己紹介からお願いいたします。はい、皆様はじめまして。私個人でコーチングスクールやコーチングサービスを展開しております。名前が珍しいんですが、実方晴美と申します。よろしくお願いします。お願いします。事業を始められて何年になりますか？15年経ちました。すごいですね。はい、あっという間でした。ずっと、コーチングスクールということですけども、ずっと同じ業種を続けてらっしゃるんですか？ずっと一筋に、そうですか、一筋に、個人セッションやコーチングスクールや、企業研修さまざまやっておりますが、授業のそうですね、7割ぐらいはスクール業でやっております。すごいですね。起業された理由を教えていただけますか？はい、起業しました理由なんですけれども、当時外資系の IT 業界の人事教育本部で人材開発の仕事をしておりまして、IT 業界ってやっぱり若い方が主流なので、私のように管理部門の女性社員はおそらく40代になったらリストラになるだろうという予測を立てましたのと、同時に自分で仕事をしたいという希望もあったので、40歳までに起業しようと決めて、見事40歳で独立をしたと。目標通り、目標設定通りにさせていただきました。コーチングスクールと最近よく、分かる方も多いと思うんですけど、何だろうと思う方もいらっしゃると思うので、ちょっと詳しくお話しいただいてもいいですか？わかりました。コーチングというのは、コミュニケーションのツールであったり、目標達成のスキルであったり、人を生かすスキルになりますので、企業様でいうと、人材開発のところの上司が部下にとか、あとマネジメントのための能力開発とか、あと社長様向けですと、やはり社長自身のその部下の指導とか、中小企業の社長さんとかですとチームビルディングとか、もう多方面に使えますね。親が子にとか、そういうものを使えるスキルを教えているという形になります。実方社長がターゲットというか対象にされている方っていうのはどういう方になるんですか？実はターゲットがあまりにも広くて恐縮なんですけれども、一つはやはりズバリ女性社長さんですね。女性の経営者の方、あとは私業という先生業と言われている方、相性がいいのが社会保険労務士、税理士の方、あとは一般の企業にお勤めの管理職の方が一番多いですかね。あとはプロコーチとして起業したいという方向けにプロコーチ養成コースもやっておりますので、今コロナの時代、今後どうしようっていう方がやはり副業から起業としてやはりコーチ起業をしたいというところで一定率いらっしゃっております。すみません、ターゲットが広いんで申し訳ないです。その広いターゲットの中のこういう方みたいな方はどういう方になるんですか？どういうことで悩んでらっしゃる方とか。一番多いのはあれですかね、やはり起業したいと悩んでらっしゃる方で、別にコーチにならなくてもいいんですけれども、起業って結局自分の強みを生かして、何かで起業していくんですが、じゃあ私の強みって何なのって思った時に、コーチングはその人の強みをズバリあなたの中から引き出したり、またはその方の天命とか、ライフミッションなども引き出していくようなことをグループセッションの中でやっていきますので、自分の価値観とか、自分が生きていく道筋とか、自分の可能性を引き出していけますので、起業していきたいっていう人にはズバリいい内容だと思います。これから起業したい人が何をしていこうとか、自分にはどんな能力があるんだろうみたいな、そういうことで悩んでいる方が結構ぴったり特にぴったりだと思います。経営者の方だとどういう感じになるんですか？悩んでいらっしゃる方。そうですね、経営者の方ですとやっぱり社員教育、やっぱり社員さんが辞めてしまうとか、2代目社長どうしよう、3代目どうしようとか、あとは適材適所ですね、そういったところもコーチングのスキルを経営者がお持ちになりますと、名コーチとして、自分の会社の
チームビルディングとか社員さんを生かす自分の2代目社長3代目社長を生かすっていうことができますので、はい、スキルとして持っておいていただけるとすごく役立つと思います。今独立されて15年っておっしゃってましたけども、今まで大変だった一番大変だったなと思うことのお話伺いますか？そうですね、やはり一人で駆けずり回ってやっておりましたので、ちょっと体を壊しまして、一時期ちょっと危ういというか、死にかかったというか、結構感染症と今ですとウイルス感染って皆さんご存知ですが、当日ウイルス感染にもなりまして、42度ぐらいの熱がもう1週間ぐらい落ちなくて、でご存知の通りウイルス感染で薬がないので、もう自然治癒薬に任せ2ヶ月仕事ができなかったこと。それはストレスから来たって感じなんですかね？そうですね、ちょっと仕事のしすぎで出張も多かったですし、朝昼晩ずっと仕事しておりましたので過労だったと思います、当時は。そういった大変だった時とか、精神的にもこう病気になるとね、落ち込むと思うんですけども、なんか助けられた言葉とかありますか？そうですね、当時知人のメンターの方から、いやもうちょっとこんなんで大丈夫かしらと思った時、あなたは今まで生きてこれたんだから、この先もしっかり生きていける力も全部備わってるから大丈夫だよという一言をいただいて、しっかりお休みを取って復活しました。はい、よかったです。ありがとうございます。何かこう落ち込んだ時に脱出する方法とか、ストレス発散法みたいなのありますか？はい、私はですね、もう自然の中にいるのが一番の脱出方法ですので、海が大好きなので、海が見える丘の上に行ってぼーっとこう過ごしたりとか。なるほど。一人で行くんですか？はい、一人で隠れ家隠れがあるわけです。隠れスポットがあるわけですね。隠れスポットに行きまして、もうゆっくりしたりとか、ちょっとこう今でこそねパワースポットって流行ってますけど、自分の中のパワースポットに身を寄せて、なんかゆっくりこう瞑想したりとか、本を読んだりとか、そういう一人の時間がすごい大事にしています。一人でずっと仕事してる時は一人になって自然を眺めながらぼーっとする時間がすごく大切と。ぼーっとするの大事です。それどういう周期でやられる感じですか？そうですね、毎月ちゃんと定期的に、いいですね、最低2泊3日レベルで、そうですか、作っております。現代今では。ありがとうございます。今後の目標とか目指していることありますか？うちのコーチングスクールはちょっと変わっておりまして、単にコーチングスキルを教えるだけではなくて、心の在り方とか、心の法則といって、この自分の土台となるパーソナルファンデーションっていうんでしょうか、心についてすごくこう在り方をチェックしていくっていうところを、実は授業の中にレッスンに入れております。で今本当にコロナ禍でこれから本当に心の時代と呼ばれていますので、まさにこの部分をこれから強化しまして、心の法則だけをコンテンツ化して、特にコーチングって何って思う方も多いので、コーチングに特化せずに、この未来に向けた自分の心の作り方とか、未来を開く心の法則とか、ちょっとスピリチュアルなんですけど宇宙の法則みたいな形で、ここの部分を強化し、願わくば出版などさせていただいて、これを全国展開できれば世界にと思って、そんな希望を持って今準備しております。その考え方を世界に広げたいという感じですか？世界に広げたい。もうやはり、天国的な心を持ちましょうということで、屋号がエンジェルウィングですので、みんなで天使の心で活動していこうという合言葉で、そこを広めていきたいと思っております。起業したい方とか、あと副業とかにもいいっておっしゃってましたけども、こう習いに行って、ビジネスになるまでっていうのはどれぐらいの期間かかるんですか？もうそうですね、非常に個人差がありまして、やはり個人である程度コンサル的なことや経営していたり、会話を主体とするお仕事をされている方は本当に早くて、早いと2日ぐらいでコーチングできてしまうんですね。ただ一方、あまりコミュニケーションを仕事にしてない方はやっぱり1年ぐらいかかったりしておりま
ますので個人差ありますが、最長1年ですね、最短でも1ヶ月とか2ヶ月で、コーチングスキルに関しては手に入れていただいて、起業っていうキーワードですと、やはり01の方はやはり半年から1年見ていただいた方がいいんじゃないかなって思います。起業したい方も OK ですし、個人で相談したい方とか会社に導入したい方なんかも OK ということですよね。もう大歓迎です。会社の導入は本当に進めておりまして、共通言語ができるというか、チームビルディングでいうと、共通の在り方とか、コミュニケーションスタイルができますし、基本人を生かすスキルなので、お互いが相手を生かすということを上司も部下に、部下も上司にでき合いますと、その部門や会社が発展するんですね。なので会社で導入は大変お勧めしております。なるほど。これから起業したい人たちへメッセージをいただけますか。わかりました。起業したい方々は、ご自身の中に何もないと思っている方が大変多いんですけど、必ずあなたの強みはあります。何かしら、強みっていうと私にはないって思うんですけど、なんでしょうね、自分がささっとできてしまっていることが強みなんですね。なのでほとんど自分では発見できていないというのが私の過去の受講生のケースです。そこに対して、私とかこの第三者が入ってその方の、生きてきた経緯とか、仕事をやってきた中身とか、好きなこととかいろんなことを聞いていきますと、ここがキャッシュポイントになるっていうことがピカッと光って必ずどなたにも一つ以上はありますので、そこを見つけるためにも、お越しいただきたいですし、必ずキャッシュポイントがあるっていうことを信じて、前に進んでいっていただきたいと思います。自分には何も取り柄がないっていう人も必ずありますよってことですよね。それを自信持って過去の皆さんもそう言っていらっしゃったんだけれども、事例として必ずありましたっていうところがあります。ありがとうございます。最後になりますけれども、何か PR したいこととかありましたらお願いします。ありがとうございます。コーチングスクール数たくさんあると思うんですけれども、私のところはですね、極めて少人数制です。少ないと2人から1クラス8人までのスモールグループで、15年のベテランの私が直接教えています。でしかも確実にコーチングができるようになるっていうところがポイントなのと、コーチングスキルはあくまでスキルですので、その人のまずマインドセットとか、天国的な心の在り方っていうところをしっかりインストールしていただくということで、この両軸で進んでおりますので、ちょっと他のスクールとは経路は違っておりますが、事前にお問い合わせいただきましたら30分間の無料コンサルもさせていただきますので、外したっていうことは絶対にないと、ご納得いただいてうちのスクールに入っていただいて、ご納得いただいて卒業していただけるような確実なところがありますので、ぜひそこをご安心していただいてチャレンジしていただければと思います。ありがとうございます。興味持った方はホームページから問い合わせですか？ホームページにお問い合わせフォームがありますので、エメラルドクラブさんのサイトを見ましたって言っていただくと、とてもいいことがあると思います。いいことがあります。ありがとうございます。あとYouTube の下の備考欄にもURL 貼っておきますので、ご興味ある方はクリックしていただけたらと思います。本日以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お会いできること楽しみにしてます。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひお願いいたします。コメント欄にご質問、ご感想等いただけたら嬉しいです。皆様のメッセージお待ちしております。